Do you have Coke? Coca-Cola? Coca-Cola, we don't have. We have just Pepsi. あ、ペプシ。あじゃあコーラがなかったんでお水にしました。おお、ベシュバルマグ来ました。めっちゃ美味しそう。思いがけずまた観光タイムアタックになってしまいましたね。帰りるリターン魅力です。昨日深夜にアルマトに着きまして、今日の昼また別のところに移動するために空港に行く必要があります。カザフスタン料理も食べたかったんですけどね、昨日の夜飛行機が遅延して、向かったレストランは閉店してしまってました。歩行者用の信号はあるんだけど横断歩道はないんだよね。心の目で見て渡ります。こっちの車の大通りもそうですし、こちら側にある歩道も緑がとっても多いですね。カザフスタンの通貨はカザフスタンテンゲで見えないか、1テンゲ 0.27 円です。一つ目の目的地到着しました。パンフィロフ公園という、緑がたくさんある公園ですね。この中にロシア正教会の木造建築がありますので、それを見に来ました。敷地内かなり広くて公園に着いてから結構歩きました。間もなく見えてきます。ロシアの建物ってなんか色とりどりなすごくカラフルな特徴があってすごく可愛らしいんですよね。さあ見えてきましたよ。正式にはアサンションカテドラルっていうのかな。ただ建築家の全国さんの名前を取って全国教会と言われることが一般的みたいです。いいですね。これ中も入れるかな。ちょっと後で中も見てみましょうか。めちゃくちゃ可愛らしい。そしてとっても綺麗ですね。よく整備されてるのかな。これは世界で唯一、木造の教会らしいです。100年前くらいの大地震の際も、この建物は崩れることはありませんでした。当時の耐震技術もしっかり盛り込まれてるんですね。あ、こっちが正面だったのか。ここが入り口です。中は写真撮影禁止らしいので一旦ここで止めますね。めちゃくちゃギラギラでしたねものすごい黄金の教会でした。フラッシュは焚いたり、通話をしたりしなければ、カメラの撮影ビデオの撮影は大丈夫みたいです。ただ人は撮らないでくれっていうふうに言われました。いやこれどこから見てもめちゃくちゃかっこいいですね。全国さんありがとうございます。おお、なんだこの鳩の多さはやばいぞ。なんでこの場所だけにめちゃくちゃ集まってきてます。お店の人が餌あげてんのかな。この広場にだけ集まってますね。本当に鳩の広場を抜けてまた15分くらい歩くと、次の目的地があります。このパンフィロフ公園は正式にはパンフィロフ戦士公園と呼ばれていまして、これは軍人さんなんですかね。でこちらには戦車みたいなものもありますんで、やはり、軍人さんたちの公園なのかな。ここも軽く見ていきましょうか。グリーンバザールというかなり大きな建物です。だいたいバザールってこんな感じだよね。食品のバザールがあればご飯食べられたりして面白いんですけど、どの辺なんだろう。グリーンバザールはこっちかな。こっちにお野菜果物売ってますね。ぶどうが多く売られてるみたいですね。ぶどう名産なのかな。そういえばこのカザフスタンのアルマトイという町ですけれども、このアルマトイというのは、リンゴの町という意味らしいです。なのでリンゴが名産なのかなと思ってるんですけど、今のところリンゴ売ってないですね。
食品のバザール入ってきましたよ。おお、マンゴーとかドラゴンフルーツ、なんか色とりどりで綺麗。あ、じゃがいも350点が今100円くらいか。スイカがめちゃくちゃでかいですね。これメロンなんだ。中身メロンですよね。スイカみたいなから。うわー、お野菜たちキラキラに輝いてますね。めっちゃでかいペッパー、唐辛子。香辛料のエリア、ドライフルーツのエリアもありますね。ドライフルーツマジで種類多いと思ったけど、これ同じものがなんか何周もしてる気がする。ラグマン花、ラグマンのお店かな。でも今日はカザフスタン料理食べたいんだよね。ケバブとコーラ、チキンとコーラセットはこれコーラ確定なのかな。いい店ですね。アザーンが聞こえてきましたね。ここはアルマトイセントラルモスクです。ここは今中に入ることはできないと思いますので、外観だけ見て帰りましょう。イスラム系の建築はめちゃくちゃ好きです。では一旦ホテルに戻って荷物を取って、お昼ご飯にしましょう。白と金の建物が青空によく合いますね。値段も変わんないからちょっといいやつにしたらかなりいい車来た。めっちゃ綺麗。こちらが泊まってる、ミルドムプレミアムホテル。ここ安くて立地も良くてかなりおすすめですね。昨日行けなかったお店もう一回チャレンジします。キシュラクかな。今11時半で開店したばっかりだと思います。ベシュバルマク、カザフ料理食べたいんです。すごい、お店の中に川があって、金魚がいる。ここはね、カザフスタン料理が食べられるみたいですね。ベシュバルマク with ホースミート、なんかつけ麺みたいな感じですね。このスープとこの麺料理です。すごい内装がめっちゃ可愛いですね。先にコーヒー来ました。先にコーラ来ましたんで飲みましょうか。よく冷えてて美味しそう。いただきます。昼から飲むコーラ最高。ベッシュバルマク来ました。めっちゃ美味しそう。すいません、さっきつけ麺みたいって言いましたけど、これ多分スープですよ。で馬肉のソーセージとこれですね、きしめんみたいなめっちゃ広い、麺です。きしめんこんな感じよ。結構幅広ですね。結構大きいねこれ。いただきます。あっさり系の出汁が効いたスープ、美味しいです。これは馬肉ですね。しっかり肉々しいですけど柔らかく煮込まれてて食べやすいです。そういえば寒さも頼んだんでした。インドの寒さとは違って中央アジアでは寒さと言いますね。でも同じ感じかな。すごい結構お肉とか玉ねぎですね、しっかり入ってる。かなり粗挽きなんでムチムチしてて美味しいです。最高。いやごちそうさまでした。めっちゃいいレストランでした。ベッシュバルマクはマジででかいんで気をつけてください。この後急いで空港行きます。アルマティ国際空港到着しました。ターミナル2なんでもうちょい先かな。いや昨日の深夜に着いて今、昼です。たった2時間の観光でした。結構大きな空港です。めちゃくちゃ綺麗で涼しいですね。この度最後の国キルギスタンに向けて出発。あれが天山山脈ですね。今日は曇っててちょっとよく見えませんけど大きな山がずっと横に連なってます。
今回は真ん中の席です。いや、アスタナは結構広いです。ビシュケクのマナス国際空港着きました。50分のフライトだったんであっという間でしたね。キルギスの通貨はソム 1.68 円みたいですね。だいたい 1.5 倍。空港からビシュケクの町までは少し離れていて、車でだいたい5、60分かかります。ヤンデックス使えるんですけど800ソムくらい、1200、300円くらいかな。今回はマルシュルートカという乗り合いバスを使おうと思います。ただマルシュの乗り場が分かりませんね。空港出たけど別にバス停みたいなものはなさそうです。街に行くマルシュは380番という数字が書いてあるらしいです。なんかバスみたいな看板あるけど、でも車は全然ないんだよな。今たまたまいないのかここじゃないのかがちょっと分かりませんね。ただ人は集まってるからなんか可能性あるな。関係ありませんでした。また一人になっちゃった。ここかもしれない。さっきの空港出口出てまっすぐ歩いていって、なんか駐車場にぶつかったら右手で、こっちになんか待合所みたいなやつがありまして、バス停のマーク、バス停の看板も手前にありましたんで、多分ここじゃないですかね。合ってた合ってた。バス来ました。153番のバスか。エアコンも効いてますね。快適です。バス停の場所がいまいちよくわからないので、マップ見ながら降りるタイミングを見計らってます。キルギスタン1軒目の食事はこちらです。ここに行けば間違いないでしょうという、ファイザというお店です。これビシュケクではめちゃくちゃ有名店みたいなんで期待しましょう。お願いしましょう。めちゃくちゃ混んでるよ。やばい。メニューもらったけど英語が一切書いてありません。中央アジアの焼きうどんと呼ばれるラグマン食べたいですね。You have ragman? Big or small? And do you have Coke? Coca-Cola? Coca-Cola we don't have. We have just Pepsi. ペプシ。ラグマンスモールサイズでお願いしたら結構ちっちゃいの来ちゃいましたね。あとコーラがなかったんでお水にしました。これだったら他にも頼めばよかったな。今日はお水で乾杯。冷えてていいね。ラム肉とあと、ピーマンとか、人参とかいろんな野菜とこんな感じの麺ですね。で日本のうどんに近い食感だと思います。いただきます。麺が長くて取りにくいな。残念ながらあんまりコシの強いタイプではないですね。北の方にあるラグマンは麺が柔らかくて、南の方にあるラグマンが麺が硬いんだったっけな。なんか地方によっていろんなバージョンがあるみたいですね。ただこのラグマンもコシはそんなにないですけども、麺自体がすごい弾力があってむっちりしてて美味しいです。ごちそうさまでした。ラグマンスモールとお水で300ソム、約500円ですね。安いですね。この上の方にカタカナでバーって書いてありますね。日本人も結構来るのかな。ビシュケクの街は車が多くてどこも渋滞がちですね。あとヤンデックスが結構高いですね。5分乗るだけで500円とかしちゃうんで、今回は25分歩きでホテルに行きます。ビシュケクはファストフードのお店がたくさんありますね。ここはマンティとかプロフのファーストフードなのかな。この後帰ってシャワー浴びたりなんかした後レストランに行くかもしれないんですけど、一旦ここで終わりにします。それでは皆さん、カイルドゥトゥン。今日のホテルはここです。コズイホステルっていうのかな。アイベア。
まあシャワー浴びて寝るだけだからと思ったんですけど、明日の朝は結構ゆっくりなんで、もう少しお金かけてもよかったかもしれません。今日の部屋こんな感じです。かなり涼しくて綺麗ですね。でこのロッカーは好きに使っていいそうです。鍵もちゃんとついてて安心です。夜道は結構真っ暗ですね。街灯は少なめな気がします。人は歩いてなくて、車もちらほらなんですけど、そんなになんか治安が悪い感じはしませんね。こちらはアジアハイパーマーケットっていう、スーパーですね。夜0時までやってるみたいです。深夜徘徊したい勢にはありがたいね。なんだこれ。なんもないぞ。薬局があって ATM があるだけ。こっちなのか。あれ、お店あるよね。ありました。よかった。敷地が広すぎて多分使い切れないんですね。空き家になってますんで、もし使いたい方いたら連絡したら貸してくれるかもしれません。電話番号わかんないけど。レイズのポテトチップスは160円、250円くらい。すごいな、品揃えめちゃくちゃ充実してますね。石鹸なんかかなりある。100ってことは160円くらい。スキットルズは私好きなんだよな。このサワーのやつがめちゃ美味しいんですよね。これ買おうか。ホテル冷蔵庫ないので、ぬるくなってもいいお水だけ買いましょうか。うわー、めっちゃ美味しそうな、なんだこれ。ミックスフルーツジュース170円くらい。1リットルですからね。安いね。冷えてないお水だとすると、500ミリで50円くらいか。1リットルの大きいやつだと60円くらい。こっちの方が全然安いじゃん。私は冷えた飲み物が欲しいです。冷蔵庫はどこでしょう。すごく広いですね。なんだこれ。レトロコーラだっけ。冷えたお水ありました。1リットル29だから50円弱くらいか。めっちゃ安い。ソーセージコーナー広すぎ。馬肉のソーセージよく出てきましたもんね。こんなんで言うと150、250円くらいかな。卵ね。卵の値段見ると大体物価わかりますよね。105、180円くらい。めちゃくちゃでかい。すげえ。すごい迫力です。冷たいスープで辛くて酸っぱいみたいですね。このお肉が骨ごと入ってて出汁が効いてるのと、あとじゃがいも。うわ、しょっぱ。